皆さんこんにちは。いや、セカンドチャンネルではね、新年明けましておめでとうございますなんですけど、今ちょうどね、1月2日に撮影してるんですけど、いや、去年のね、暮れはね、悲惨でしたね。SNS の方では言ったんですけど、僕ね、25日クリスマスにね、寝込んで、なんか体調不良になってね、嘔吐とかしちゃって、なんだろうなーって別に熱とか出てなかったんですけど、そこでね、体調崩したんですけど、そのまたね、2日後 ?3 日後ぐらいにね、胃腸炎になって、やっと病み上がり、やった復活したクリスマスからね、また復活したってなった時に胃腸炎になって死にかけてました。僕胃腸炎過去ね2回ぐらいなってんだろうけど、いや過去一でしたね。いや本当にね死ぬかと思った。自主規制入るけど体からもうね全ての水分が出ていったりファーって出ていった感じ。いやあれ本当に辛かったね。そっからなんとかね、病み上がりで今って感じです。はい。なのでポジティブに捉えると、2022年のうちにその全部なんか悪いエネルギーっていうか、そういう流れを全部出し切って、2023年新年はね、気持ちのいいスタートでね、迎えようと一応僕は思っています。はい。みんなはね、2023年どんな気持ちでスタートしましたか？ぜひね、コメント欄で教えていってください。そして今日はですね、皆さんね、あるその国家機密、やばい情報にアクセスすることができる人だったら、それを隠し持ったまま生きるのか、あるいはそれをね、全世界にね、流出ばらまいて、ダークヒーロー的な人物になるのか、どっちにします？今日話す人物はハードモードを選んだ方ですよね。彼はね、どんな情報を握っていたのか、そしてね、何を世界にばらまいたのか、それがね、どうやって日本に関わってくるのか。アメリカの国家安全保障局の元局員で、史上最大の機密情報の暴露をしたエドワード・スノーデン。1983年、エドワード・スノーデンは海軍提督の祖父、アメリカ海軍警備隊の父、連邦裁判所職員の母親、弁護士の姉という家族全員が政府関係の仕事をしている環境で生まれ育ちました。当然彼もね、政府関係で働くんだろうなと思っていたら、その高校の時に伝染性単核球症になってしまって、僕も高校の時実はなったことあるんだけど、それ別名ね、キス感染症っていうんだよね。全然キスしてねえんだけどね。彼は高校対抗、自力で卒業証書にあたる GED を取得し、オンライン大学でなんとか学位を取得します。この時スノーデンはね、日本文化が好きだったのことで、大学ではね、日本語を学び、好きなゲームは鉄拳、ゲームの腕前もすごくて、アメリカ USA コンピティションでは一目置かれる存在になっていたとか、一時期アニメ関連の会社に働いていたほどオタクだったんですね。そして訪れた2001年9月11日、事件が起きましたよね。あの時にね、NSA の近くでスノーデンを働いていたそうなんですね。で、その時に目撃してしまったんですよ。事件が起きた直後、その NSA とか CIA の職員たちがみんな当然ですけど、避難しますよね。その避難している光景を見ていて、一番彼らを必要としているのに、彼らは何をしているんだと、その次のターゲットとかをね、特定するのではなく、自らの命を守ったと、スノーデンはそう感じてしまったんですね。そして2003年にイラク戦争が勃発すると、スノーデンは自ら望んで米軍に入隊し、戦場へと向かいました。この頃からアメリカ政府のテロ対策という名目で、ブッシュ大統領が令状なしの通信傍受を強化していることが報道されるようになりました。スノーデンは技術担当兵として訓練していましたが、訓練期間中に両足骨折というね、重傷を負い、陸軍を状態。完治した2005年、なんと NSA からのスカウトで警備任務に1年配属。その後は CIA に転職し、ラングレーにある CIA 本部で警備員として配属されます。なんか優秀すぎる経歴だよね。CIA ではテクノロジースペシャリストというポジションに昇格され、スイスのジュネーブでは国連代表部に配属され、ネットワークセキュリティに携わります。ここで彼は NSA の通信管理システムによって大統領に敵対的な発言は全て閲覧できるという事実を知ります。2009年には NSA と契約を結んでいたデルに勤務し、日本の横田基地で NSA 関連の業務を行うことになります。そこで彼はエピックシェルターというプログラムの構築を行っていたんですけど、なんと NSA は日本政府に内緒で国民を監視しており、通信システムや物的インフラを事実上乗っ取ることを可能ということを知りました。またステラウィンドウという自国民監視プログラムについての超極秘報告書を目にします。この監視プログラムはその自国民たちの個人情報を令状なしにね、監視することができて、それも永続的にね、保存することができるというものなんですね。そして後にステラウィンドウプログラムについて国が機密報告書を公に公開するんですけど、その報告書はスノーデンが目にした極秘報告書とは全くの別物で、公開するためだけに作られたフェイクだったんです。ここでスノーデンはテロはただ口実に過ぎず、アメリカのその監視の目的が他にあると推
推測したんですね。よく言うじゃないですか。これね、みんなのプライバシーが別に欲しいわけじゃなくて、そのテロ組織とか、そういったのをね、事前に防ぐためのものだよって。いや、そんなことないと。そのテロなんか、それもただの口実で、それも作られたのかもしれないしね、ただの口実で、本当の目的は他にある。またこの同じタイミングに中国が10億もの国民の個人情報を集めた監視システムを構築していることを知ります。今となってはその中国の監視システムは有名じゃないですか。ただ当時かなり昔、そのスノーデンはそれを裏で目撃しちゃって、かなり衝撃を受けたんで、それを見たスノーデンは、もしかして我が国アメリカでも同じようなことが行われてるんじゃないかと思ったんで、その勘はズバリ大当たりでした。アメリカも同様の監視システムを構築していたんです。その頃からスノーデンは政府のスパイプログラムに関する文章をダウンロードし始めます。後の調査で判明したんですけど、デルに在籍中にスノーデンは5万から20万点もの政府資料をダウンロードしていました。そのデータ欲しい。その後、スノーデンはハワイの NSA 施設に移動され、情報共有室で仕事を始めるんですけど、自分の中での政府に対する違和感がね、日に日に大きくなっていって、そして2013年、彼の言葉を使うと、Breaking Point、暴露を決意する決定打となることが起きます。2013年3月12日の講習会で、上院議員の質問、NSA は何百万、いや何億の米国人について何らかのデータを集めているんですかという質問に対して、国家情報長官ジェームズ・クラッパーがしていませんと答えたんです。スノーデンはこれに怒るんですね。その国家が当たり前のようにね、国民に嘘をついている。しかも自分もそこに加担してしまっているということに対して、そして彼は告発に踏み切ります。講習会の3日後の3月15日、NSA と契約するコンサルティング会社ブース・アレン・ハミルトン社に転職します。ここでの転職は政府が市民に対して行っているスパイ活動に関する機密文書に接触するためでした。そしてスノーデンは The Guardians のジャーナリストであったグレン・グリーンウォールドとドキュメンタリー作家のローラー・ポイトラスにそれぞれキンキナトゥスとベラックス、ラテン語で真実を述べるものという偽名で機密情報提供すると持ちかけます。やり取りは全て暗号化し、彼の身元が分からないように慎重に行われたんですね。映画だけじゃないんですね。こういった国家機密情報を扱うときコードネーム使うのって、しかもめちゃくちゃかっこいいしね。その頃ハワイで勤務していたスノーデンは告発の証拠となる文書をコピーし、病気の治療という名目で3週間の休暇を取ります。そして香港に旅立ちました。香港を選んだ理由は、その当時ね、その言論の自由が守られている文化があって、その反政府的なね、意見があったとしても、その権利は守られると感じたんですね。そして6月5日、ガーディアンズで最初の内部告発記事となるアメリカの大手電話会社 Verizon の全通話記録提供問題に関する記事が公開され、そこから合計1万もの機密文書を公開し、世界はこの情報に驚愕することとなったんです。彼は結局ね、ロシアに亡命することとなったんですけど、ではこっからがね、本題ですよね。その彼が暴露したその1万点ものね、文書、そこには何が書かれていたのか、彼は世界にね、何を暴露したのか。簡単に要約すると、9.11 の事件の後、アメリカによる国際監視や情報活動がエスカレートし、機密裏に NSA が通話記録やあらゆるインターネット情報を傍受、収集していた。これはブッシュ政権の時に副大統領を務め、影の大統領とも呼ばれていたディック・チェイニーが発足したステラウィンドというプログラムで、外国人情報監視法を乱暴に解釈することで違憲にならないようにうまく回避し、 NSA、CIA、FBI には違法にならない理由は説明せずに指示に従うようにと命令していました。最初はアルカイダと関連する可能性のある人物の特定という名目で始まったこのプログラムだったんですけど、徐々にね、解釈がねじ曲げられ、国民全体がターゲットとなることに、世界中のインターネットの約 80% がアメリカを経由していることから、 NSA は極秘監視プログラムプリズムを構築し、 E メールやインターネット通話の記録、動画、画像、SNS の個人情報の収集が可能となったんです。プリズムとは9つの大手 IT 会社に対し、保有する顧客データの提出を命じるプログラムで、対象データの種類は多岐にわたり、メール、チャット、音声通話、ビデオ通話、ストレージに保存されたデータ、送受信されたファイル、ログイン情報、SNS の詳細情報など、あらゆる情報が含まれていたんですね。中でも Yahoo がダントツで一番多くの情報提供を行っていました。Yahoo 俺全然使わないからいいや。でもそういう問題じゃないんだけどね。逆に暗号化メールサービスのラバビットはスノーデンが支援者とのやり取りに使用していたことから、 NSA からの情報の公開を命じられたものの、これを拒否し、2013年8月にサービスを中断しました。また電話回線も傍受し、米国大手通信会社3社に対して加入者の通話に関する様々な情報を NSA に提出するように求めていました。
例えばこちら、先ほど話した大手会社のね、ブライゾンに対しての特別裁判所が全通話記録を提供するようにと決定された裁判所命令。ここでわかるのは、外国諜報活動監視法 FISA っていう法律に従い、FISA にね、申請許可されることで、令状なしに諜報活動が実行できるということです。またもちろんね、情報提供している企業は、その政府からね、要求されたとしても、それをね、公に公表しちゃいけなかったという、そういう決まりもあったんですね。このスノーデンの暴露に対して、当時オバマ政権は、このプログラムはテロ対策の一環としてね、不可欠な措置だったと説明しているんですね。また NSA が収集していた情報はいわゆるメタデータで、通話の内容自体は対象外だったと説明しました。それはただの言い方の違いで、結局そのメタデータも、回り回ってね、使用されることを考えると、やってることを意味合いは全く変わりません。昔、イーグライっていう映画あってはね、見たことある人この中でもいると思いますけど、確かなんか人工知能がね、そのあらゆるネットワークに入り込んで、その国民を監視してるみたいな感じでしたよね。確か。似たようなことっすよね、結局やってることは。話を戻すと、NSA は次に中国、香港の政治、ビジネスを中心に様々な国に対し、行政機関や要人、また企業に対してもハッキングを行い、盗聴などの諜報活動を行っていました。NSA は38カ国の大使館に対しても諜報を行っており、こちらがスノーデンがリークしたね、スクショ画像なんですけど、DropMire というコードネームで暗号機能付きのファックス内に盗聴器と特殊なアンテナを仕込み、盗聴を行っていたそうなんです。対象となっていた大使館には同盟国であるフランス、イタリア、ギリシャ、また日本、韓国、インドなども含まれていました。オバマ政権はこれに対して諜報機関を持つ国ならどこでもやってるってね、説明したんですね。それ言ったらキリがないじゃんね。犯罪したら別にね、どの国でもやってるっつったらそれ許されるわけじゃないじゃん、別にね。その後アメリカ政府は NSA によるドイツのメルケル首相ら35人の外国首脳に対する長年にわたる盗聴までも認めたんです。メルケル首相においては個人携帯が盗聴されていたという疑惑が浮上し、アメリカとドイツの外交問題に発展するまでだったんですね。スノーデンが提供した機密情報の中には NSA の Boundless Informant なるね、監視ツールのスクリーンショットが含まれていて、 NSA が集めた大量のメタデータを国ごとにマップして、情報が多い順で赤、オレンジ、黄色、黄緑、緑色とね、表示していたんですね。2013年のこちらのデータを見ると、監視対象の中心が画像の赤い部分のね、イランやパキスタンといったね、中東諸国ですよね。こちらがね、中心となっています。中でもイランは1ヶ月間の間だけでも140億件、パキスタンは130億件もの情報量が NSA によって傍受されていたそうです。これ間違いなく多い数字だよね。日本の人口でいうと1億3000万人ぐらいだっけ今。だから1ヶ月間でおよそ全国民の100通ぐらいのやり取りが抜き取られたってことですかね。これ計算合ってる？誰か教えて。他にもスノーデンがリークした情報の中には、イギリスの諜報機関 GCHQ が光ファイバーの海底ケーブルを介して大規模な通信傍受と盗聴活動を行い、その情報を NSA に提供していた事実や、米ワシントンの EU 代表部、そしてブリュッセルの EU 本部機関に対しても盗聴活動を行っていたという事実、ブラジルやメキシコ大統領の監視、またラテンアメリカ地域のエネルギー産業、麻薬産業のプレイヤーたちに対し監視活動を行っていたこと、また世界中の携帯のテキストメッセージデータを大量にね、収集し、1日あたり約2億通ものデータを収集していたことなど、ここまで来たら監視してなかったものないんじゃない説が生まれてくるよね。このプリズムの監視対象にならなかった国は、その UK と USA と協定を組んでいるところだったんですね。UK-USA 協定とは NSA、イギリスの GCHQ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド間の諜報機関が諜報活動のね、設備や盗聴情報を共有し、利用するために結んだ秘密協定で、協定締結組織は Five Eyes とも呼ばれています。ここまで聞いてね、言うてスノーデンの暴露、俺らにはね、俺らの生活にはそんな影響ないんじゃないのって思うじゃないですか。そのスノーデンが暴露した後の2015年、ウィキリークスにターゲット東京という内容のリークが公表されたんですけど、そこには35もの NSA ターゲットにされた人物が公表され、そこには官房長官秘書官や財務省、経済産業省、日本銀行、そして三菱商事、三井物産などの日本企業の幹部の電話が盗聴されていた事実が記載されていました。これは NSA が第一次安倍政権の時から日本で盗聴活動を行っていたこと
ことになります。また NSA の極秘資料も公開され、日本には日米関係や貿易交渉、また気候変動戦略など日本のね盗聴を元に作成したともされる文章も公開されました。その文章によると、日本政府がどこまでアメリカに情報を共有するか悩んでいるような会話が記録されていますけど、全てアメリカには筒抜けだったんですね。なんかカップルで相手のね浮気情報をね入手しちゃって、それをね隠し持ったまま相手を泳がす感じ。そうなんだ、それでみたいな感じで、ただこの握った情報全部ねファイブアイズに共有されていたんですね。なのでその友達にも全部筒抜け。ウィキリークス創業者のアサンジは、日本はアメリカのような国にはルールなんてないということを学ぶ必要があると語っています。アサンジさん、おそらくね8割の人はねこれ理解してますよね。お偉いさんたちもこれ理解してるけど、そこでシンプルに協力しているだけじゃないですかね。またスノーデンは NSA 在職中の2009年、在日米軍の横田基地で勤務していた際に日本の通信網を支配し、送電網やダム、交通機関などインフラ施設をコントロールするスリーパープログラムを仕掛けていたことを告白します。映画スノーデンの監督のオリバー・ストーンは、スノーデンの語っていたことは真実で、日本を含めアメリカの同盟国と言われる国々はアメリカに人質を取られた国だと語っています。日本がもし同盟関係から離れることになると、スノーデンが語ったような脅しを受ける事態になると言ってもね、この今の日本の法律を決めているのはその日本の政治家だけではなく、なんと 80% は内閣立法で官僚が法律を決めているとされています。そしてそこに指示を出しているのが日米合同委員会という組織なんです。この日米合同委員会には米軍と官僚が参加していて、委員会で行われた会議の内容は一切公開されることはありません。たとえ内閣総理大臣だったとしても立ち会えないんです。シンプルに日本がアメリカに操られているという事実をね、スノーデンがね答え合わせをしてくれた感じですね。おそらくここもみんな分かっていますって感じですよね。そしてスノーデンはついに先日亡命していたロシアの国籍が付与されましたよね。彼はこのように語っています。このシステムは嘘の上に成り立っている。専門家ですらシステムが嘘にまみれていることは分かっているが、嘘を証明できなければ我々はそこから先に行くことができない。陰謀論などは証明されるまでは世間の常識としてはね嘘になりますけど、逆に嘘を証明できればそれが真実になるということです。また個人情報の取り扱いについてもこのような名言があります。隠すことがないならプライバシーなんか必要ない、不要だと主張するのは言うことがないから言論の自由なんかどうでもいいというように等しい。要はプライバシーなんて関係ないって主張しているのは、自分にはね人権がないと言ってるのと同じことだっていうんですね。どうでしょう皆さん、これがねスノーデンが暴露した情報なんですけど、分かりきっていたことではあるかもしれないけど、それがね都市伝説、陰謀論ではなく、これ全て事実なんです。全て事実ですからね。そこを認識した上で、結局その政府国家ね、その上に立つ人たちはみんなの味方なのかどうかっていうのを今一度考える必要があるんですよね。なんか味方的っていう言い方ぶっちゃけしたくはないんだけどならどうするのか、みんなが立ち上がる必要があるんじゃないかってことになっちゃいますよね。さてね、2013年幕開けですけど、どうでしょう皆さん、人類は立ち上がることができるのか、この今の社会をね変えていくことはできるのかぜひ皆さんのその意気込みをね、熱い意気込みをコメント欄に書いていってください。なんかわかんないけど、今日なんか僕のこんな力が入ってる感じは、なんか2013年は今度はパッションでいくかもしれないです。皆さんご視聴ありがとうございました。